こちらでは、広告代理店営業、まなみの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、今はまだ、恋はネットの向こう側。休日の午後、春の日差しが柔らかく差し込む愛知県津島市のテニスクラブ。その一角にあるコートで、村上まなみはラケットを軽く握り、ふっと小さく息を吐いた。広告代理店で営業職として働く毎日は、慌ただしくも充実しているけれど、時々何かに追われている気がして、ふと立ち止まりたくなることもある。そんな時、自分を素に戻してくれるのが、ラケットとボールだった。ボールのリズム、風を切るラケットの音、コートに響く足音。それだけに集中するこの空間は、まなみにとって心の拠り所となっていた。ラリーをお願いできますか？隣のコートにいた男性が汗を拭きながら声をかけてきた。白のポロシャツにグレーのハーフパンツ。整った顔立ちに穏やかな声。そしてどこか影を帯びたような眼差し。まなみより10歳は年上に見えた。いいですよ。彼の穏やかな声は無理なく耳に入ってくる。二人はネットを挟み、自然とラリーを始めた。打ち合いはゆったりとしているのに、ちゃんと芯のあるボールが返ってくる。彼はテニスが上手い。まなみも自然と熱が入っていた。村上さんでしたっけ？いいフォームですね。ありがとうございます。テニスは中学の時に部活でやってました。高校はバイト生活の帰宅部でしたけど。なるほど。じゃあ、久しぶりの割に勘がいいはずだ。彼の笑顔はふっと柔らかくなる。その何気ない表情が胸の奥で静かに残った。それからというもの、休日になるとテニスコートで彼と会うことが多くなった。会えば自然と打ち合いが始まり、少しずつ会話も増えていった。玉森誠です。昔は営業職で、それなりに忙しく働いてました。昔は、今はお休み中なんですか？はい。仕事がかなりブラックと言いますか、日常の生活スタイルが成り立たないと言いますか。で、今は落ち着いて普通の生活ができるような仕事に転職活動中です。そうですか。まあ、いろいろありますよね。少しだけ肩をすくめた玉森の横顔には、苦笑いと少しの照れ、そして長く蓄積された疲れの影が見えた。まなみは思わず胸の奥をつかまれたような気がして、そっとうなずいた。ある日、テニス後にクラブハウス併設のカフェで、二人で並んでアイスコーヒーを飲んでいた。午後の日差しが大きな窓から差し込み、空気が柔らかく揺れている。実は、少し前に婚約してたんです。玉森が、とつりとつぶやいた。まなみは驚いたが、無理に言葉を挟まず、彼の続きを待った。でも相手からは、あなたのことは好き。でも、その生活に寄り添える自信がない。あなたとの結婚生活や子育てが想像できないのって言われて、終わってしまいました。そうだったんですね。コップに伝う水滴を、まなみはそっと指でなぞる。彼の言葉の一つ一つが、まだ言い切らない傷口からこぼれているようで、慎重に受け止めたかった。その時の僕は、仕事が全てだったんです。仕事がうまくいってることが、人間としての価値だと思ってた。でも、間違ってましたね。じゃあ今は、自分の人生を立て直してる途中なんですね。そう言って微笑むまなみに、玉森は目を細めた。ありがとうございます。村上さんに言われると、少し救われる気がします。その一言が、まなみの胸をじんわりと温めた。玉森は、ただ優しい年上の男性じゃない。痛みも、喪失も、後悔も抱えたまま、それでも誰かと向き合おうとする人。まなみは、そんな彼の隣で、ただテニスをしている時間は、いつの間にか特別なものになっているのに気づいていた。その日から、まなみの気持ちは少しずつ変わっていった。ラリをしながら笑う横顔、たまに見せる沈んだ眼差し。心が波のように揺れて、でも決して崩れずに自分の中に広がっていく。けれど、玉森の中に、まだ何かが癒えていない部分があることも分かっていた。ある日、練習の帰り道、
夕暮れが街をオレンジに染め始める頃、玉森がふと立ち止まった。村上さん、僕は今は誰かとちゃんと向き合う余裕がないのかもしれません。言葉は柔らかかった。でも、その分だけ誠実さが痛いほど伝わってくる。拒絶ではない。だからこそ胸に刺さる。まなみはそっと深呼吸をしてから言った。わかってます。玉森が驚いたように目を見開く。複雑な表情の玉森が言葉を続ける。僕はただテニスが好きで。でも最近は村上さんと打つのがすごく楽しくて。それも日増しにその気持ちも大きくなって。だからこれからも一緒に打ってもらえますか。手に持ったラケットを見つめながら静かに笑う。もちろん。次はフリー形式でも打ちましょうか。玉森がふわりと笑った。その笑顔を見た瞬間、まなみの胸に溜まっていた緊張が音もなくほどけていった。次の日曜日に楽しみにしています。玉森の安堵に満ちた笑顔と優しい声にふっと肩の力が抜けた。翌週の日曜、コートには軽やかな音と二人の笑い声が交差していた。まなみは思う。無理に恋人という関係を目指さなくてもいい。追いかけるだけの関係じゃなくて、ただ、ちゃんとラリーが続けられるなら、今はそれでいい。今自分は、玉森がいるこの場所で、ちゃんとこの時間に向き合えている。それが嬉しい。風に舞うボールを追い、彼に向けてフォーでまっすぐ打ち返す。ネット越しに帰ってくる彼のボールの感触が、心の奥まで響く。もう少しだけ、続けていたいな。いつかきっと、このラリーが本物の恋に変わる日が来ることを願って。さて、今回はですね、共有いただいた日本の短編小説「今はまだ恋はネットの向こう側の」抜粋部分について掘り下げていきたいと思います。はい。広告代理店で働く若手の村上まなみと、彼女がテニスコートで出会う少し年上の男性玉森誠、この2人の関係性が中心になっていますね。いただいた資料を読むと、2人の出会いから会話、そして関係性が少しずつ変わっていく様子がすごく丁寧に描かれていますよね。そうですね。仕事のプレッシャーとか、あるいは過去の経験がその今の関係にどう影響するのか、そしてゆっくり育まれるこのつながりの繊細さ、このあたりを見ていきたいんですが、あなたはこの物語どういうふうに捉えましたか？これは単に恋愛が始まるっていうそれだけじゃなくてですね、個人の内面的な葛藤、自己再生へ言ってもいいかもしれないですけど、そのプロセスが他者とどう関係を結んでいくのか、そこに深く関わってくる。その点が非常に興味深いなと思いましたね。自己再生ですか。特に玉森の方の過去の経験と、それに対するまなみの反応、ここが一つ注目したいポイントかなと。なるほど。じゃあまずその主人公のまなみから見ていきましょうか。22歳で広告代理店の営業職。はい。かなり忙しい毎日を送ってるみたいですけど、週末のテニスが彼女にとっては素の自分に戻れる大事な時間になってるんですね。このテニスが心の拠り所っていう設定、これは結構重要ですよね。と言いますと？つまり自分自身を取り戻せる、そういう場所だからこそ、そこで出会う人との関係っていうのも何か特別な意味を帯びてくる可能性があるんじゃないかなと。確かにそういう場所で出会うのが10歳ほど年上の玉森誠。物腰は柔らかくてテニスもうまい。だけどなんかどこか影があるような人物として描かれてますね。そうですね。その影っていうのが物語のキーになってきますよね。で2人はテニスを通じて少しずつ打ち解けていくわけですけど、ある時玉森が自分の過去を話し始める。はい、来ましたね。仕事がかなりブラックと言いますか、今は落ち着いて普通の生活ができるような仕事に転職活動中ですと、そう打ち明けるんですね。ここで彼の抱える影の背景が少し見えてくるわけですね。過酷な労働環境っていうのが彼の価値観とか今の状況にかなり影響を与えているんだろうなと。そうですよね。単なる疲れとかじゃなくてもっと深い経験というか。そう思います。でさらに婚約破棄の経験まで話すんですよね。あなたのことは好き、
でもその生活に寄り添える自信がないって言われて終わってしまいましたと。わあ、これはきついですね。当時の自分は仕事が全てだったって後悔してると。この仕事中心の生き方がそのプライベートな関係、特に親密な関係を築く上でどう影響するかっていうのは、これは結構普遍的なテーマですよね。そうですね。彼の後悔と、あと自分の人生を立て直している途中っていうこの自己認識、これがまさに今の彼が他の人とどう関わるかっていうそのスタンスを決めてるように感じますね。なるほど。で、真奈美の方は彼のそういう痛みとか後悔の話を、静かに受け止めて共感していく。そして痛みも喪失も後悔も抱えたまま、それでも誰かと向き合おうとする人として玉森に惹かれていくという、この真奈美の受容的な姿勢っていうのが玉森にとってはある種の救いになってるんですよね。村上さんに言われると少し救われる気がしますっていう彼のセリフがありましたけど、ありましたね。彼女の存在自体が彼のなんていうか自己再生のプロセスをちょっと後押ししてるのかもしれないですね。ただ一方で玉森は自分の現状をすごく冷静に見てる。僕は今は誰かとちゃんと向き合う余裕がないのかもしれないって正直に伝えるんですよね。これって拒絶してるわけじゃなくて、むしろ誠実さの表れなのかなって。まさにこの関係のすごく繊細で大事な部分ですよね。相手への好意はある、でも自分自身がまだその段階じゃないっていう現実、相手を傷つけたくないっていう思いもあるでしょうし、その間で揺れている感じがすごく伝わってきます。その正直さに対して真奈美がどう答えるか、これも印象的でした。分かってますって言うんですよね。未来を急ぐんじゃなくて、今のこのつながってる状態、これを大事にしたいっていう。そうなんですよ。2人はいわゆる社会的な恋人っていう方にすぐハマろうとはしない。テニスっていう共通の時間をまず続けることを選ぶんですよね。ちゃんとラリーが続けられるなら今はそれでいい。この真奈美の気持ちっていうのは、関係性には本当にいろいろな形とかペースがあるんだよっていうのを示唆しているように思います。まさにラリーを続けることそのものに価値を見出している感じですね。焦らずに今ここにある心地よさを大切にする。物語の終わり方も未来を完全に閉ざすんじゃなくて、もう少しだけ続けていたいなっていう穏やかな余韻を残して終わる。そうですね。この抜粋を読んでみると、やっぱり個人の過去とか心の準備みたいなものが新しい関係のペースとか形にすごく影響するんだなっていうのがリアルに伝わってきましたね。玉森の正直さと、それをちゃんと受け止めて今の関係を肯定した真奈美の選択、これはちょっと考えさせられます。関係性っていろんな段階とか形があっていいはずなんですよね。社会的なレッテルとか周りの期待とかに無理に合わせなくても、お互いをちゃんと尊重してその時々で心地いいつながりを保っていくこと自体にすごく価値があるんだと。なるほど。テニスのラリーっていう比喩が単なる比喩じゃなくて、2人の関係性の本質、つまり続けること、お互え合うこと、その価値をすごくうまく象徴してるなと感じました。確かにそうですね。さて、これを聞いているあなたにとって心地よいと感じる人間関係のペースってどんなものでしょうか。そして相手の状況とか感情を尊重しながら自分たちのラリーをどう続けていきたいか、少し立ち止まって考えてみる、そんなきっかけになったら嬉しいです。最後まで聞いていただきありがとうございます。真奈美のプロフィールはこちらです。広告代理店で営業を担当する22歳の会社員です。彼女のショートアニメ動画とイラストギャラリーを YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトつづりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。